こんにちは。デッサンという礎です。今回のテーマは、対象の形を正確に、早く描く方法です。この動画は、形を描くときに、道具に頼りすぎている人に、見てほしいと思い制作しました。主な内容はご覧の項目になります。対象の形を捉える道具。道具を使わずに形を捉える。形を捉える能力を高める方法。形を正確に描くためのコツ。以上の4つの項目から対象の形を正確に早く描く方法を考えてみましょう。はじめに対象の形を捉える道具について紹介します。目の前にあるモチーフの形を描くとき、計測に使用される道具は主に2つあります。1つは測り棒で、もう1つはデッサンスケールです。デッサンスケールは通称、デスケルと呼ばれます。測り棒は30センチほどの長さで、まっすぐな棒です。この測り棒はバーベキューの串です。画材店ではメモリ付きの測り棒や自転車のスポークが販売されています。測り棒を使用するときは画像のように視線に対して直角に測り棒を交わらせます。その際、比率が狂わないように肘は伸ばします。測り棒は構図を決定するときやモチーフの縦と横の比率を測るときに画像のようにモチーフにあてがうようにして使います。画像の瓶の縦と横の比率は測り棒で横の長さを測り、その長さが縦にいくつ入るのか計測して割り出しています。デスケルは描こうとする画面の比率と同じものを使用します。デスケルを使用するときは画像のように視線に対して直角にデスケルを交わらせます。測り棒とは違い、上下左右だけでなく前後にも動かすので、肘を伸ばす必要はありません。画面の比率と同じ比率のデスケルの透明な面を通すことで構図を決定し、モチーフの形を捉えることができます。透明な面には等間隔に線が引いてあるので、画面に同じ等間隔の線を引いておけば、線を目安にして正確に対象の形を描くことができます。例えば、この生物を描こうとする場合、視線に対してデスケルを直角に交わるように持ち、上下、左右、前後に動かして構図を探ります。この位置で構図を決定して対象の形を正確に写す場合は、デスケルの格子状の線と同じ線を画面に引いて、デスケルの線を目安にしながら対象の形を画面に写していきます。デスケルと視点をしっかり固定することができれば、正確にモチーフの形を写し取ることができます。そのため、精緻な絵を描く人にとって、デスケルはとても役立つ道具になります。次に、道具を使わずに形を捉えることについて考えてみましょう。デスケルは、対象の形を正確に捉えたり、構図を決定したりするのに便利ですが、デメリットもあります。大きなデメリットは、デスケルの便利さに依存しすぎてしまい、形を捉える感覚を身につけられないことです。初心者は、形を捉える感覚って何と思うでしょうが、上手い人は道具など使用せず、描く対象を観察するだけで、描きたい構図がイメージでき、正確に形を描くことができます。そのような能力を高めるには、デスケルの使用はあまりお勧めできません。ただし、測り棒は大まかな比率を捉えるときや、感覚的に捉えた形の比率が正確かどうかを確認するために使用します。これは、形を素早く正確に描くための能力を鍛えるために推奨するもので、デスケルを否定するものではありません。次に、
形を捉える能力を高める方法を紹介します。対象の形を捉える能力を高めるために2つの方法をお勧めします。一つはクロッキーで、もう一つはエスキースです。クロッキーは素早く正確に対象の形を描く能力を高めてくれます。クロッキーで描く対象は人物がおすすめですが、手や身近な生物でも良いと思います。クロッキーをするとき、守ってほしいことは、時間制限を30分以内に設定することと、用意したクロッキー帳の大きさに合わせて構図を決定していくことです。そして、デスケルは使用せず、測り棒は比率を確認するときにだけ使用してください。クロッキー帳のサイズは、対象の大きさに合わせるのが理想的ですが、クロッキーが初めての人は、人物を描くなら B3 サイズのクロッキー帳、生物を描くなら F6 サイズのクロッキー帳がおすすめです。おすすめの画材を説明欄に掲載しておくので、参考にしてください。クロッキーで守ることをまとめておきます。1、クロッキーの時間を30分以内に設定する。2、クロッキー帳のサイズに合わせて構図を描く。3、デスケルを使わないで感覚重視で描く。4、比率を確認するときは測り棒を使う。以上になります。次にエスキースについて説明します。エスキースは作品を描く前にどのような絵を描くか計画を立てた下絵です。エスキースではモチーフ全体を描き、コントラストや色彩の構成などを考えながらトリミングして構図を決定します。例えば、この紙コップのモチーフを描く場合は、構図を決める前に全体を描きます。この時に、明度のコントラストやモチーフの描きたい箇所などを探っていきます。最終的に、画面の比率でいくつかトリミングして、構図を一つに決定します。絵を描くたびにエスキースを行えば、形を捉える能力が高まり、構図を決定する感覚が身につくようになります。最後に、形を正確に描くためのコツを考えてみましょう。形を正確に描くコツは主に2つあります。1つは、形を単純化して捉えることで、もう1つが、図と字のそれぞれの形を意識することです。形を単純化して捉えるためには、対象全体の大きな形を捉えるようにします。その後、徐々に小さい形を捉えていけば、細かい部分まで正確に形が描けるようになります。その際、デスケルは使わず、測り棒を使うと良いと思います。モチーフの形を感覚的に捉えたり、測り棒で比率を測ったりしながら、対象を描いていくようにします。例えばこの生物をオレンジ色の線で囲った構図で描く場合は、モチーフ全体を赤い線のように囲うようにして比率を測り、配置を決定します。その際、背景の上下左右の比率も確認するようにします。モチーフを配置した縦と横の線を基準にして、さらに黄色い線のように正確な形を探っていきます。その際、感覚的に捉えたり、測り棒で比率を測ったりしながら描いていきましょう。その後、緑の線で囲ったように、徐々に小さいモチーフに向かって、形を描いていくようにします。この石膏像を描くときも同じです。オレンジ色の線で囲った構図で描こうとする場合、赤い線で囲った石膏像の縦と横の比率を計測して画面に配置します。その際、背景の上下左右の比率も確認するようにします。その後、緑の線で示したように小さい形に移行して描いていくようにします。全体の形が描けたら、青い面で示した石膏像の背景の形が正確に描けているのか確認するようにします。初心者の人はモチーフの形に気を取られてしまいがちですが、
背景の形にも意識を向けて、正確に描けているのか確認するようにしましょう。図であるモチーフの形と字である背景の形、両方の形に意識を向けることができれば、正しい形を素早く描けるようになります。また、図と字を観察できるようになれば、構図を決定する能力も高まるでしょう。今回の動画、対象の形を正確に早く描く方法は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。もし、この動画を気に入っていただけたなら、コメントや評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。